マイナスワンゴジラ解説。登場作品は2023年公開のゴジラマイナスワン。身長 50.1 メートル。体重は推定2万トン。デザインは本作を手掛けた山崎隆監督が作った西武園のアトラクションゴジラ・ザ・ライドに登場する個体がベースになっています。このゴジラ、もともとは終戦間近の1945年に大戸島周辺を縄張りにしていた巨大海洋生物で、島の言い伝えからゴジラという名前で呼ばれていました。ゴジラが出現する直前には海面に多数の魚の死体が漂うんですが、これは住処を追われた深海魚が海面に浮上する際の減圧に耐えられず死んでしまうため、このような光景が見られます。全長は15メートルほどで、ゴジラザウルスやエメゴジを彷彿とさせる肉食恐竜のような姿をしており、この時点ですでに体を瞬時に修復する驚異的な再生能力も持っています。ところが1946年にアメリカが行ったクロスロード作戦の原子爆弾によってゴジラも被爆。全身を焼き尽くされたゴジラは再生を試みますが、体の奥深くまで入り込んだ放射能はゴジラの細胞を暴走させ、元の姿をはるかに上回る巨体へと急成長、怪獣ゴジラが誕生しました。その後、ゴジラは東京に上陸、銀座にてお待ちかねの放射熱線をぶっ放します。今作のゴジラの熱線は背びれが盛り上がり、発光する演出や周囲の建物や人を一瞬で吹き飛ばす爆風など見どころが盛りだくさんですが、一番特徴的なのは着弾した後空に立ち上るキノコ雲と黒い雨。核兵器がテーマでもある本来のゴジラの恐ろしさが現れていました。ただこの熱線、威力の強さと引き換えにゴジラ自身もダメージを負うため連発はできません。またこの時銀座で熱線に巻き込まれた人々はゴジラから何らかの影響を受けている可能性が高く、映画のラスト付近ではかろうじて銀座の惨劇を生き残ったヒロインノリコの首筋にゴジラを思わせる黒いあざが浮かんでいました。強力な攻撃とは反対に防御力に関しては歴代ゴジラと比較すると劣っている感が否めず、特に口の中など体の内側を狙われた攻撃には非常に脆いですが、驚異的な再生能力でその欠点をカバーしています。しかし最後は和田摘み作戦と主人公光一の決死の攻撃によってゴジラは倒されました。ボロボロの肉片となって海に沈んでいったゴジラですが、なんとまだ生きており、小さな肉片の状態から再生しようとしていました。このシーンは2001年公開のゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃のラストシーンに非常によく似ています。この小さな細胞から蘇ったゴジラが再び登場することはあるのか、次回作に期待したいですね。